仕事とか特技ありますか？仕事は発達障害のある子供と一緒になんか音楽やったり、療育をしてます。すごい素晴らしいと思います。毎日どういうことをされてますか？毎日ピアノを弾いて一緒に子供たちと歌ったり、打楽器がすごい好きなので子供と一緒に打楽器叩いてます。発達障害っていうと、ちょっと説明してもらっていいですか？はい、ADHD だったり、あとは ASD、自閉症、いろいろあります。なんか重い子だったり、軽めの子だったり、いろいろ。ちょっと幅広い。幅広い。でもみんな音楽は好きですか？みんな音楽好きだったり、なんか作ることが好きだったりする子が多い。その仕事で一番の喜びは何ですか？喜びは子供たちがなんか楽しくこれできたとか楽しそうにやってることが見れるっていうのが、はい、そういう発達障害の子供を教えるとは、普通の子供を教える何か違いありますか？違いは特にないんですけど、まあなんか集団で教えるっていうよりかは、その子に合ったことをこう集中して考えられるのが、なんか私に合ってるのかなって思って、はい、一人一人にこう合ったことを考えて教えてます。何がきっかけにその仕事を始めたんですか？きっかけは、中学校の講師やってた時に、たまたまその発達障害の子に関わる機会があって、そこで集団でこう一気に教えるよりかは、その個人に合った何か教え方ができたらいいのかなって思って。周りの人は普段この仕事やってるっていうと、どんな反応がありますか？なんかすごいね、みたいなのをもらいます。珍しい方かもしれない。これ初めて。こういう仕事をやってる人は初めて会ったかもしれないですね。まあ音楽を教えてるとおっしゃると、個人的にも演奏とかしますか？演奏もやったりします。なんかバンドの中でちょっとこう打楽器叩かせてもらったり、混ぜてもらったりしてます。そのジャンルは？ロックバンド。ロックバンド。はい。なんかすごくおとなしそうなように見えますけど、ロックバンドで演奏するときはちょっと変わりますか？いや、でも全然静かにそのまま叩いてます。なるほど。自分の性格を説明するとどうですか？自分の性格は何でしょうね。あまりこうわっと表現をしない方かなって思います。もしかして言葉よりで音楽で表現してる？そっちの方が。そっちの方が表現しやすいから。はい。なるほど。歌も歌いますか？歌は、まあそんなに歌わないですけど、子供たちと一緒に歌うぐらいです。そう。自分の一番訓練受けた楽器は何ですか？一番受けた楽器は打楽器で、マルチパーカッションっていうジャンルをやってました。すごい。それもうちょっと説明してほしいです。マルチパーカッションは、なんだろう、マリンバと、あとは太鼓とか組み合わせたりして、なんか楽譜がちゃんとあるんですけど、それをやるっていうのを。最初は学校で部活とかやったんですか？最初は吹奏楽部で。吹奏楽部。はい。で、そのマルチパーカッションの中で一番好きなパーカッションはどっちですか？パーカッションは、なんだろう、マリンバかな。楽しいね。はい。なんか、ジョン・ササスっていう作曲家が好きで、その人の曲をやったりしてました。すごい。昔ですけど。将来、自分的に何か演奏者としては夢ありますか？演奏者としては、一番好きなのがソロでやることなので、それで、ちょっと表現できたらいいかなって思ってます。見に行きたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。